こんばんは。おやすみジャパニーズチャンネルのともです。今夜は穴を掘った若者の不思議なお話です。どうぞゆっくり聞いてください。穴掘り丸。昔、昔、山に囲まれた小さな村がありました。その村ではよく地震が起きていました。家の壁にはひびが入り、畑の作物もなかなか育ちません。村の人たちはとても困っていました。その村に丸尾という若者がいました。ある日、大きな地震が起きた後、丸尾は言いました。地震は地面の下から来るんだ。だったら下へ行ってみよう。村の人たちは笑いました。そんなことをしても地震は止まらないよ。でも丸尾は諦めませんでした。毎日少しずつ村の外れで穴を掘り続けました。そしてある日のことです。丸尾のスコップが何かに当たりました。さらに掘ると、その先には長い道が続いていました。丸尾は勇気を出して進みました。すると、そこには大きな町がありました。たくさんの家があり、たくさんの人が住んでいました。丸尾は驚きました。地下の人たちも地上から来た丸尾を見て
驚きました。丸尾は地下の町の長老に会いました。そこで地震の秘密を知ったのです。地下の町では月に一度お祭りが開かれていました。お祭りの日、人々は大きな太鼓を叩きます。ドーン、ドーン、ドドン。その音が地面に響き、地上では地震になっていたのです。長老は言いました。地上の人たちを困らせているとは知りませんでした。丸尾は言いました。皆さんは悪くありません。でも、村の人たちは困っています。丸尾と地下の人たちは話し合いました。そして太鼓を小さくし、お祭りのやり方を変えることにしました。その代わり、地上と地下で助け合うことになりました。地上の人たちは野菜や果物を届けました。地下の人たちは丈夫な道具やきれいな石を届けました。それからは大きな地震は起きなくなりました。地上の村も地下の町も今までより元気になりました。村の人たちは言いました。丸尾のおかげだ。丸尾は笑いました。僕は穴を掘っただけだよ。それから人々は丸尾を穴掘り丸と呼ぶように
なりました。おしまい。今回は私の作成したオリジナル昔話でした。お楽しみいただけましたか？もしかしたらあなたの街の下にも不思議な世界があるかもしれません。それではおやすみなさい。いい夢を。